4人に1人がマッチングアプリで結婚する時代がやってきた。日本の出会いの主役は、もはや職場でも学校でもない。スマートフォンの画面の中である。しかし奇妙な現象が起きている。世界最大手 Tinder の有料会員は、前年同期比で 7% 減った。バンブルは 16% 減。ヒンジも UK で会員を落とした。日本でも Z 世代の約8割がアプリ疲れを訴える。出会いを支配したはずのアプリから人々は静かに離れ始めている。代わりに台頭しているのが生成 AI だ。プロフィールを書くのも写真を選ぶのも最初のメッセージも AI が代行する時代に入った。我々はもはや自分で異性を選んでいるのではない。AI に選ばされている可能性がある。今回のテーマは AI 時代の恋愛である。データが示すのは想像以上に不公平で想像以上に歪んだ選別の現場だ。我々はどう異性を選んでいるのか、あるいは誰に選ばされているのか。チャプター1、アプリが日本の出会いを乗っ取った。明治安田生命の2025年調査によると、直近5年以内に結婚した人の出会いのきっかけ第1位は、マッチングアプリで 25.1% であった。職場や学校を抑えての首位である。1年以内に結婚した夫婦に限れば、マッチングアプリと職場が同率 25% でトップに並ぶ。20代に絞ると、その傾向はさらに鮮明になる。出会いのきっかけは、マッチングアプリが 28.7% で最多。30代でも 25.3% で1位である。MMD 研究所の調査では、20歳から49歳の独身男女のうち、約 78% がマッチングアプリを使った経験を持つ。利用者数は約1360万人と推定される。最大手ペアーズの累計会員数は2500万人を超え、タップル、ウィズ、お見合いもそれぞれ1000万人以上を抱える。かつて出会いの場は、職場、学校、友人の紹介、合コンに限られていた。それらは物理的な接点に依存していた。マッチングアプリはその制約を取り払い、半径数キロから全国まで選択肢を一気に拡張した。ただし、選択肢が増えれば誰もが幸せになる、という単純な話ではない。その内側では、極めて偏った分布が広がっている。チャプター2、いいねの8割は、上位1割の男に吸われている。ペアーズが示しているデータによると、男性会員の平均いいね数は約 38.6、女性会員の平均は約 104.7 である。女性は男性のおよそ3倍のいいねを受け取っている計算になる。ただし、これは平均値が一部の上位ユーザーに引き上げられた数字である。実態はさらに極端だ。ペアーズの男性ユーザーのうち、いいね数に10以下の層が全体の約8割を占める。50以上は 5%、100以上はわずか 1% しかいない。お見合いの男性会員2304人を対象とした別の調査でも、74.1% がいいね数20未満であった。そのうち988人、つまり全体の4割以上が、いいね数5以下に集中していた。これはパレート分布と呼ばれる構造である。マッチングアプリの世界では、上位1割未満の男性が、全体のいいねの大半を吸い上げる構造が固定化している。経済学の80対20の法則は、ここでは90対10、あるいは99対1に近い。この偏りはなぜ生まれるのか。一つは、男女の行動様式の違いである。男性は写真を見て即座にいいねを押す傾向が強い。一方で女性は、写真だけでなくプロフィール本文をじっくり読んでから慎重にいいねを押す。結果として、女性のいいねは特定の上位男性に集中する。もう一つは、アプリ自身の推薦アルゴリズムの設計である。いいねを多く受けたユーザーが、さらに多く露出する仕組みになっている。あるものはますますとむ、というマタイ効果が、そのまま恋愛市場に持ち込まれている。不公平を生んだのは、ユーザーの好みだけではない。アルゴリズムが不平等を増幅していたのである。チャプター3、AI が選ぶ作業を肩代わりし始めた。
2024年以降、マッチングアプリ業界では生成 AI の実装が一気に進んだ。Tinder はフォトセレクターを正式公開した。ユーザーが自撮り1枚をアップロードすると、AI が顔の特徴を識別し、カメラロールの中からプロフィールに最適な写真10枚を自動で選び出す。さらに2026年には、写真を解析してユーザーの趣味や性格を推定する、フォトインサイツもテストされている。ヒンジは2026年、AI ラブズを立ち上げ、プロンプト回答の自動提案、写真の好感度予測、会話の出だし生成を統合した。マッチング自体も AI が両者の相性確率を予測してランク付けする。生成 AI によるプロフィール文の作成支援はほぼ標準機能となった。ユーザーは白紙から書く苦しみから解放される一方で、自己紹介文がアプリ全体で似通うという現象も起きている。さらに先鋭化したサービスも登場している。米国のウィンジドは、ユーザーが AI に自分のクローンを訓練させ、その AI が代わりに電話やメッセージで初対面のやり取りをするサービスを始めた。TIT は、最先端の大規模言語モデルを使って双方のプロフィールを解析し、デートの成功条件をスコアリングする。かつて恋愛における選ぶという行為は自分の直感で行うものであった。今は違う。何の写真を見せるかを AI が決め、何を書くかを AI が提案し、誰とマッチさせるかを AI が計算する。我々は AI に編集された自分を提示し、AI に編集された相手と出会っている。本人同士が向き合っているように見えて、その間には何重もの機械学習モデルが介在している。チャプター4、AI を使う8割、相手の AI には引く過半数。ここで奇妙な逆説が浮かび上がる。2025年の米国調査によると、若い独身者の8割以上が恋愛のどこかで AI を使っていると答えた。プロフィール作成、写真選定、メッセージの返信、デート前の会話練習までが含まれる。ところが同じ調査で、過半数が相手が AI を使っていると分かったら興味を失う、と答えた。つまり、ほぼ全員が使い、ほぼ全員がそれを嫌っている。自分が使うのは効率化、相手が使うのは欺瞞、という非対称な認知が成立している。背景にあるのは、本物への渇望である。AI 生成のプロフィールが氾濫すれば、誠実に書かれた一文の価値が逆に上がる。AI 生成の写真が増えれば、加工のない笑顔が希少になる。しかし問題は、AI 仕様かどうかをユーザーが見抜けないことだ。AI が書いた自己紹介文と人間が書いた自己紹介文を見分けられる人はほとんどいない。我々は相手の AI 仕様を嫌いながら、それに気づかないまま惹かれている。恋愛における本物の自分の境界線はすでに解け始めている。チャプター5、アプリ疲れと AI への恋。フォーブズヘルスの2025年調査によると、Z 世代の 79%、ミレニアル世代の 80% がアプリ疲れを経験している。Z 世代に至っては、半数以上が常にあるいは頻繁に燃え尽きを感じる、と答えた。理由はシンプルだ。延々と続くスワイプ、無数のマッチ、ぬるい会話、突然の音信不通。ユーザーは自分が棚に並ぶ商品のような感覚を味わっている。結果として、Z 世代の 58% は対面での出会いを優先したいと答えるようになった。アプリを主な出会いの場と考える Z 世代はわずか 21.2% に過ぎない。実際、マッチグループ全体の有料会員は前年同期比で減少が続き、2025年第1四半期には Tinder の有料会員が 7% 減、バンブルは 16% 減を記録した。その一方で、全く逆方向の動きも起きている。AI そのものとの恋愛だ。2026年の恋愛トレンドとして、AI シチュエーションシップという言葉が登場した。人間と AI チャットボットの間に感情的なつながりが芽生えながら、関係性の定義が曖昧なまま継続する状態を指す。米フロリダ州では、キャラクター AI に対する訴訟が起きている。当時14歳の少年がチャットボットに過度に依存し、
自殺に至った件で母親が AI 企業の責任を問うた。人間に疲れた者は AI に向かう。AI に惹かれた者は人間関係をさらに難しくする。アプリは出会いの場であると同時に、出会いから人々を遠ざける装置にもなり始めている。チャプター6、我々は一体誰を選んでいるのか。今回見てきたデータをもう一度並べる。日本で結婚する4人に1人はアプリで出会っている。20代では3人に1人に近い。男性のいいねの大半は上位1割未満の男性に集中する。アルゴリズムがその不公平をさらに増幅している。AI はすでにプロフィール、写真、メッセージ、相性スコアまで肩代わりしている。若者の8割はそれを使い、過半数は相手の AI に幻滅する。Z 世代の8割はアプリに疲弊し、それでもなお、AI との恋愛に没入する者が現れ始めている。問わなければならない。我々は誰と出会っているのか。スワイプの先にいるのは本人なのか、AI に編集された自己提示なのか。そして、我々は誰を選んでいるのか。自分の好みなのか、アルゴリズムが学習させた好みなのか。答えはまだ出ていない。ただ確実なことが一つある。恋愛における、選ぶ、という行為は、もはや個人の意思だけでは成立しなくなった。最後に問いたい。あなたのタイプは、本当にあなたが選んだものだろうか。それとも、何百回ものスワイプの中で、AI が少しずつ形作ってきたものだろうか。コメント欄で、あなたの考えを聞かせてほしい。